Hi Tachu. こんにちは、たつまるです。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は強力な専門家スキルを選定して1ヶ月1年単位でどれほど違うかを数値化し明確にしていきます。育成時の大きな判断材料となるので最後までお見逃しなく。専門家の獲得・育成の基礎スキルについて基礎から見直したい方はこちらの動画を参考にしてください。その上で各専門家についてより詳しく知りたい方はこちらの動画を参考にしてください。スキルごとにランク付けし紹介しています。またメンバーシップでは個別の育成相談プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。今回の動画ははじめに天務スキルの期待値専門家スキルについての順で攻略解説していきます。まずはじめに今回紹介するスキルの選定基準についてですが、専門家スキルについて第2弾でのスキルランクを参照しています。その上で無課金・微課金クラスに特に有用なスキルを選定しました。この動画は中課金・重課金クラス向けの動画ではありません。そしてたつまるの主観も含まれています。これらを念頭に置いていただけると幸いです。天部スキルの中でも特におすすめしたいスキルはアグネス・ボルガーのスキルです。アグネスは採取で宝箱を獲得し、ボルガーは闘技場での戦闘終了時に宝箱を獲得できます。また2つとも解放後に獲得できる主なレアアイテムが違うということが特徴の一つですね。各プレイヤーの不足しているものから優先するのも選択肢の一つだと思います。2つ目の特徴としてはスキルの成長の仕方が違います。アグネスは段階的でなだらかに成長するので自身の専門家の育成レベルに合わせて好きな好感度まで強化できます。しかしホルガーの天務スキルはスキルレベル1から5、6から10、そして11と一定レベルで大きく効果が上昇するタイプのスキルとなっていますね。このことからホルガーのスキル強化はできるだけ早く6レベルに到達することでより多くの恩恵が受けられますね。ただその後大きく向上するのは11レベルなので育成アイテムと相談が必要です。それでは宝箱1個あたりのアイテム獲得期待値はご覧の通りとなります。経験値パーツ一般加速で見比べた場合でもホルガーの宝箱の方が多く獲得に期待できると分かりますね。次はこれらを元にして各スキルレベルごとの獲得期待値を見ていきましょう。今回の動画では1レベル時、6レベル時、11レベル時それぞれのレベルで最大獲得した場合の検証となります。レベル1で毎日最大10個獲得し30日間続けた場合の期待値がこちらとなります。これだけの資源でも専門家導入以前と比べると数千円分の資源が手に入るようになったことが分かりますね。そして1年間継続するだけで多くの資源獲得となります。レベル6になると最大獲得数がレベル1の倍の資源を獲得できますね。当然1年間の獲得量も倍となります。イメージしやすくするため歌唱に注目してみましょう。歌唱2000個となると
おおよそですが、弊社で全兵種1段階アップグレードできるほどといったところでしょうか。上限のレベル11となると宝箱が30個となり、初期値の3倍の獲得に期待できますね。スキルレベル最大で1年間継続できれば、宝箱の獲得資源だけでも SVS 恋などで上位入賞が可能なほどの資源に期待できますね。最後にアグネスを優先育成しなかったレベル6の方と、優先的に強化し11レベルに到達した方という過程でどれほど違うのか見ていきましょう。実際全体を平均的に育成するとなると、これぐらいの差が現実的についてきます。もちろん美課金、中課金と課金額が上がるにつれて平均育成でも差異は小さくなりますが、無課金者は特に意識してあげた方が良いと分かりますね。まずは歌唱です。切りよく1095個消費する項目がなかったので、なるべく近しい参考例を持ってきました。溶鉱炉だと1レベル上げるには少し足りない程度。また弊社なら1兵種は強化できますね。次はダイヤを見ていきましょう。ダイヤが8万3000個あればラッキールーレットを約60回は回すことができます。次は経験値強化パーツを見ていきます。1万8250ポイントあればレジェンド英雄装備を1から65レベル強化するための経験値とほぼ同等と言えます。最後に加速ですが FC10T11 兵士を約2万人時短育成できるといった具合です。次はホルガーの天務スキル先人の舞を見ていきましょう。アクネスのスキルと違いレベルによっては獲得数は確率で変動します。ですので期待値として計算していきます。また無料挑戦の5回分と10回挑戦マックスでの比較とします。30日間の獲得期待値はご覧の通りです。10回挑戦の場合は2倍量に期待できますね。ここで多くの方々が気になってるであろう挑戦回数についてお答えします。結論、お得なレベルと損するレベルがあります。レベル1の獲得期待値では2100ダイヤを支払ってまでプレイする価値はありません。ただレベル6ではダイヤ消費してでも10回挑戦する方がお得となっています。もちろん最大レベルの11となればよりお得というわけですね。しかし注意点もあり、かけら精錬石をダイヤ換算して損得基準を設けているため、かけら精錬石不足でない方には当てはまらない場合もあります。引き続きホルガーのレベル6の期待値から見ていきましょう。30日間の期待値はご覧の通りとなります。ここからは10回挑戦した方がお得なレベル帯となっています。レベル11にはアグネス、シリルの約5倍の経験値などの資源が必要にはなりますが、なるべく早く強化することで多くの恩恵を受けることができますね。次に優先的に強化した場合とそうでない場合の参考期待値を見ていきましょう。こちらも1年間優先の有無で現実的に変わってくる差と言えますね。かけら 109.5 個となると英雄を星1から3にするには少し足りないといったところですね。精錬石が164個となると英雄装備を15レベルから16レベルにできます。次は経験値強化パーツを見ていきます。英雄装備を1から78レベルまで強化してもお釣りが来るほどといった具合です。最後に一般加速を見ていきます。FC10T11 兵士を3万3000人分は時短育成できますね。
専門家スキルの中でも特におすすめしたいスキルを紹介します。それはシリル・ホルガー両専門家の第2、第3スキルですね。4つとも生産系で緑の金槌アイコンなので分かりやすいかと思います。またそれぞれに特徴があります。シリルは精錬石経験値パーツを追加獲得できるもので、比較的無課金美課金者の方が不足しがちな資源を獲得できます。一方ホルガーの専門家スキルは最終的に競技ショップでお得に購入するためのスキルで、主な交換先がミスリル、レジェンド装備といった比較的中課金者以上が不足しがちな資源といった違いがありますね。それではシリルから順に見ていきましょう。シリルの第2、第3スキルは確率で変動するものではないので簡単に表でまとめています。これまでの動画で紹介した通り、第2、第3スキルを意識して強化することで大きなメリットを受けられることが分かりますね。シリルの育成コストは低く、まずは50レベル到達を目指し、その後は80レベル到達で第2、第3スキルは最大値となるので、その後は他の専門家の強化をお勧めします。次はホルガーの第2スキルから見ていきましょう。天務スキルとは違い、レベルを上げれば同等の恩恵を得られるものではありません。なぜなら闘技場の順位によって大きく恩恵が変わるからですね。フォアサバの報酬システムはトップ3までに大きく集約しています。ただトップ10以内を目指そうにもカンストクラスが居座っていて、無課金美課金者には現実的ではないと言わざるを得ません。ですがトップ100位ならサーバーにもよりますが、工夫次第で可能といったところです。逆に言えば探検闘技場戦力が高い中課金重課金者には特におすすめのスキルということです。先ほども言いましたが、あくまでも競技ショップ内で必要な資源があるレベルの方が対象です。英雄装備がカンストしているトッププレイヤーは対象外となりますので気をつけてください。最後にホルガーの第3スキルをおすすめします。ホルガー登場後共通で考えるべきことは、この第3スキルが育つまでコイン交換をなるべく控えることが重要です。表にまとめた貴重アイテム、ミスリルやレジェンド英雄装備などは非常に高価なアイテムです。できるだけスキルレベルを上げてから交換するようにしましょう。少なくとも6、できればレベルマックスまで上げてから購入してあげるのが理想的です。またスキルレベル5までは商品数が1つだけと使い勝手がかなり悪いです。この割引商品数は1週間ごとの入れ替えとなっていて、レベル5までは交換したいアイテムと巡り合える方が少ないぐらいです。ストレスなく実用的にするためにも割引商品が2個になるレベル6をまずは目指してみましょう。その後スキルレベル10となれば割引商品が3つになり、毎週高確率で交換できるようになりますね。もちろん希望アイテムが確定で割引になるわけではないので、そこは次回まで温存するといいかもしれませんね。まとめに入ります。まずは動画内容を参考にし、皆さん自身に必要な資源、強化したい項目に必要な資源を探してください。その上で各専門家の育成レベル、育成順位を決めていきましょう。今回の動画は以上になります。専門家の優先順位を決めてライバルに差をつけよう。この動画は専門家スキルの期待値を中心に紹介しました。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。
またね。